桜はなぜ春に咲くのか。植物に花を咲かせるのは開花ホルモンである。このホルモンは決められた条件を満たせば活動が始まります。桜の花芽は前年の春に花が散って葉が新緑になる頃にはすでに出来上がっています。そして暑い夏、涼しい秋、寒い冬を経験するのだが、開花で大切なのは冬の寒さなんです。つまり一旦低温にさらされ、その後暖かい日があると開花ホルモンが刺激されて活動を開始するんです。だから秋に何日間か真冬のような寒い日が続き、その後温暖な気候がしばらく続くと、桜は春の到来と間違えて狂い咲きをすることがあります。へそくりはどこに隠しておいたお金のことなのか。内緒に隠しておいたお金のことをへそくりと言いますが、腹巻きのへそのあたりに巻きつけて隠しておいたお金のことなんでしょうか。そうではない。へそは腹のへそではなく、麻糸をかける道具のことです。つまり、へそくりとは麻糸を作る仕事のことで、この仕事でお金を儲け、一人ほくそ笑んでいることを言いました。酔い越しの金を持たない江戸っ子が、倹約家を揶揄していったものと言われております。回らないお寿司屋さんの湯飲み茶碗はなぜあんなに大きいのか。今でこそ寿司屋はちゃんと店を構え、中には高級を売り物にしている店もありますが、もともとと言っても江戸時代の話ですが、江戸前の握り寿司は屋台のファーストフードだったんです。寿司職人が一人で客の注文を受けて握っていたんです。握りながらお茶をちょいちょい出すのには手が足りない。そこで最初に大きな茶碗にドーンと入れて出し、あとは握ることに専念しました。セミが早朝に脱皮をするというのは大きな誤解である。夏に早起きをすると羽がまだ柔らかいセミを見かけることがある。このためセミは早朝に脱皮をすると思っているかもしれないが、地中の穴を抜け出して幼虫が脱皮をするのは夕刻から夜中にかけてである。幼虫の大敵は餌として狙ってくる小鳥です。だから小鳥が活動しない夜の間に身動きできない脱皮を済ませてしまうんです。小鳥の飛び交う早朝は危険な時間帯なので、羽は柔らかくてもすぐ飛んで逃げられる状態になっています。野菜を食べないエスキモーは栄養十分なのか。氷の上で生活しているエスキモーはオットセイやトナカイなどの肉しか食べないのに、野菜不足から来る栄養失調にはなりません。ビタミン C 不足の解決病にもかかりません。なぜか。それは彼らが果物よりもたくさんビタミン C を含んでいる生肉を食べるからである。
肉は火を通すとビタミン C などの成分は壊れてしまう。そのため別に野菜や果物を取らなくてはならないんですが、生肉のままならその必要はありません。戦前にはなかった花粉症が猛威を振るっているわけとは。花粉症はスギ花粉症とも言われ、スギが主な原因とされています。しかし、昔から街道筋や神社の境内、山林にもたくさん植えられていたのに、なぜ戦後になって急激に増えたのだろうか。それは戦中戦後に日本杉を伐採した後、生育の早いアメリカ杉を植林したからである。ティッシュペーパーが花粉症対策のためにもともとアメリカで開発されたことでわかるように、過酷な自然の中で育たれたアメリカ杉は大量の花粉を遠くまで飛ばす力を持っています。このため広範囲に花粉症を誘発するのである。玉ねぎの茶色の皮には痩せる効果があるんです。玉ねぎの血液サラサラ効果は今や子供でも知っていますが、その秘密は生の玉ねぎを食べた時の辛い物質、硫化アリルです。この物質は切ってしばらく置いておいた方が多く形成されるので、それから炒めたり煮たりすると血液サラサラ効果はより発揮されます。また、玉ねぎはケルセチンという成分を含み、油の吸収抑制、抗酸化作用、ボケ防止にも効果が期待できます。ケルセチンは食用部分よりも茶色の皮により多く含まれています。スープやカレー料理などで煮込むと良いでしょう。ゴルファーにはなぜ腰痛に悩む人が多いのか。広いゴルフ場をテクテク歩いて回るゴルフは健康的なスポーツに見えますが、実際はゴルフが原因の腰痛に悩んでいる人が非常に多いんです。経験者は知っていると思いますが、ボールを打つ瞬間、強い瞬発力を必要とします。その様子をスローモーション映像で見ると、ものすごいひねりが加えられているのがわかります。腰はもともとひねりに強い構造になっていないから、これを繰り返すと無理が累積され、腰痛を招くのである。くだらないは酒がくだらないからくだらない。日本酒は灘、伏見に代表される関西が本場である。江戸時代は本場の酒は杉樽に入れ、馬に揺られ、船に揺られて江戸に運ばれた。これを上方から江戸への下り酒と言います。揺られているうち、樽の杉の香りと程よく混ざり、熟成し、うまい酒になった。一方、江戸でも酒は作られたが、熟成が足りず、うまさで下り酒に劣る。つまり、くだらない酒だ。そこから
劣ることをくだらないと言うようになったのである。麦わらトンボと塩辛トンボは同じなのか。夏によく見かける塩辛トンボですが、生まれた時は麦わらトンボだったんです。オスの麦わらトンボが塩辛トンボに変身するんです。それなら麦わらトンボはメスばかりかというと、そうでなくてオスもいます。塩辛トンボもオスばかりかというとメスもいます。すなわち麦わらトンボのままオスになるのも、さらにメスの麦わらトンボが塩辛トンボに変身することもあります。ややこしいのです。みょうがを食べると忘れっぽくなるのか。あの独特の香りのみょうがを食べると忘れっぽくなり、最後にはバカになってしまうと言われます。しかし、みょうがにはそんなことを起こす成分は含まれてはいません。ほとんど水分なんです。忘れっぽくなると言われるようになったのは、釈迦の弟子に好人物だがひどい健忘症で最後には自分の名前まで忘れてしまった男がいました。そこで釈迦はこの男に名札をつけさせました。この男が亡くなった後、墓から植物が生えてきました。村人はそれを見て、その墓の男が生前、荷物のように名札を下げていました。名札のことをみょうがと言います。そのことを思い出し、その植物をみょうがと名付けたのである。日本家屋ではなぜ屋根に鬼瓦を乗せるか。桃太郎の話でも出てくる鬼は仏教と一緒に中国から伝わってきた。人の寿命を縮め、運命を狂わせる鬼神である。この鬼神が家の中に入ってこないよう、もっと強い鬼神で対抗しようとして考えられたのが鬼瓦である。だからその形相は怖い。最初は角がなかったが、より怖い形相にしようと平安時代に角を増やしたのである。結婚式の披露宴でなぜお色直しをするのか。最近のお色直しは神父のファッションショーのようなところがありますが、本来は結婚式で神に仕えていた花嫁がその役割を終え、人間世界に戻ってきたことを皆に知らせるためのものだったんです。人間世界に戻って、そこで酒を振る舞い、賑やかな宴会を始めるのである。だから、お色直しの主役は神に仕える女性であり、男性はただの添え物に過ぎない。なぜ江戸っ子は宵越しの銭を持たなかったのか。火事が多かったからである。
人口密度の高かった江戸では、2、3年ごとに大火があり、60年に一度の割合で大惨事に見舞われていたと言われます。一旦火事になると、消火技術がお粗末だったため、瞬く間に火は広がりました。家財道具を持ち出す余裕などない。また、延焼を防ぐため、火消しが家をどんどん壊していく。そんな江戸だから、江戸っ子には今日の稼ぎはその日のうちに使うという気風が広まったんです。5月5日の端午の節句になぜ菖蒲湯に入るか。5月5日が近づくとスーパーや八百屋に菖蒲が並びます。菖蒲湯の風習が今も続いているのは、湯に入るとすがすがしい香りがするからであろう。菖蒲はこの強い香りのおかげで虫がつかず、そのことから災いを払う力があるとされています。昔は薬草として腹痛、虫下し、打撲などの治療に使われたこともあります。なぜ明治の日本は急速に近代化できたのか。伝統的な寺子屋のおかげで教育レベルが極めて高く、それが近代化の原動力になりました。寺子屋は中世になってお寺が世俗教育を施したのが始まりです。1549年に来日した宣教師ザビエルはヨーロッパ以上に教育が盛んだと驚きます。江戸時代になると寺子屋教育は全国で行われ、午前8時からお昼を挟んで文字は仮名、草書、行書が教えられました。また数学、法学尽くし、国尽くし、手紙文の練習、商売に関する知識なども教えました。簡単な鶴亀算や利息の計算法もありました。7歳で入学、10歳までに一通り学ぶと、でっち奉公に出ても十分役に立つ教育が行われていたんです。幕末には全国に1万5,000もの寺子屋があったと言われています。しかもあります。この伝統を引き継いで明治の教育も順調に行われ、日本は一気に近代化の波に乗ることができたのである。曇りの日でも晴れている日と同じくらいの紫外線が出ていると聞いたことがありますが、雨の日はどうなのでしょうか。太陽は目に見える光だけではなく、見えない赤外線や紫外線、X 線なども出しています。そのうち比較的波長の短い紫外線や X 線は地球を取り巻くオゾン層や大気に吸収され、地上にはほとんど届きません。しかし、波長の長い紫外線は地上まで届き、これが日焼けの原因になったりします。紫外線は目に見えないので、太陽の出ていない曇りや雨の日だからといって、全く地上に出ていないと考えるのは軽率なんです。実際に測定すると、晴れより曇りの日の方が、曇りより雨の日の方が、紫外線の量が少しは減っているようですが、それでもかなりの量が
地上に届いているとわかります。したがって、曇りや雨の日でも日焼けをしないとは言えないのです。住民票などをコピーすると、複写という文字が出てくることがあります。元本には何も書かれていませんが、どういう仕組みになっているのでしょうか。使われている用紙を虫眼鏡で覗くと、表面の絵柄はたくさんの小さな点と細かな線で印刷されているのがわかります。また、大きさの違う2種類の点で印刷されている場合もあります。このうちの小さな点はコピーでは表現されず、白く飛ぶか点の面積がさらに小さくコピーされるのです。一方、細かい線や大きな点はそのまま再現されるので、それらで複写という文字を印刷しておくと、その文字が浮かび上がって見える仕組みになっているそうなんです。コーヒーの炭焼きとはどのようなものなのでしょうか。また、缶コーヒーのように大量に生産する場合も同じような方法で行っているのでしょうか。コーヒーの木豆を煎ることを焙煎と言います。普通はプロパンガスや灯油などを燃料にしたバーナーを完全燃焼させ、その熱風を使って行っています。炭焼きとは、この焙煎の開始から終了までの熱源に大量の炭を使う方法なんです。豆に炭火ならではのスモーキーな香りがつき、飲んだ時にコクのある苦味の中にも甘さがあるのが焼き上がりの特徴だそうです。缶コーヒーの炭火焼きもこうした工程を得た豆を使ったものです。ただ、焙煎の開始から終了まで全て炭だけで行い、他の熱源は一切使っていない場合に限ってしか製品に炭火焼きという表示はできないことになっているんです。マヨネーズは製造過程で卵の白身が不要になると思うのですが、メーカーはその後どうしているのでしょうか。残った白身はお菓子やかまぼこ、ハムなど様々な製品に活用するために、それらを製造する会社に卸しているのです。また、殻はカルシウム強化食品、卵の殻の膜は化粧品やうまみ調味料の原料という具合に、卵は 100% 生かしています。なぜ酔い越しのお茶を飲んではいけないのか。ペットボトルのお茶を飲む人には関係ありませんが、お湯でお茶を入れて飲む場合、あまり時間を置かない方がいいです。緑茶に含まれるタンニンには殺菌作用がありますが、一晩置いた出がらしにはタンニンがなくなっているからなんです。このため、玉露や煎茶などタンパク質をたくさん含んでいるお茶は腐りやすくなっています。腐ったお茶は体によくありません。なぜそば殻の枕がいいのか。そばが中国から朝鮮半島経由で
日本に伝わったのは8世紀と言われています。このそばの一番外の花皮を枕に詰めたものがそば殻枕ですが、そのいいところは熱をよく放散することなんです。頭を冷やす効果がある。小豆にも同じ効果があるが値段が高い。また感触もプラスチックのかけらを詰めたものに比べ頭によく馴染みます。愛用している人はぐっすり眠れるので手放せないと言います。なぜ二酸化炭素でできたドライアイスの白い煙を吸っても平気なのか。ドライアイスの温度はマイナス78度というのだから恐ろしく冷たい。しかも普通の気圧では固体からいきなり気体になってしまう。煙の正体は周囲の空気が急に冷やされてできた水蒸気の細かい水滴と二酸化炭素。一酸化炭素中毒があるので二酸化炭素も危険と思うかもしれませんが、これは無害なんです。炭酸飲料やビールの泡と同じものだから何の心配もいりません。煙を思いっきり吸い込んでも大丈夫です。なぜ濁り酒を飲むと中枢神経を侵されることがあるのか。酒屋の日本酒コーナーには少し白濁した濁り酒が置いてあります。濁っているのは発酵させた酒の繊維質が混ざった部分を取り出したものだからなんです。この酒を飲むと体の中に入ってからもう一度発酵します。これを体内発酵と言います。そして吸収されるまでに時間がかかり、酔いが長時間続きます。酒好きにはそれがいいというが、種類によっては発酵の過程で中枢神経を侵す有毒成分を出すものもあり、危険な一面も持っています。犬はケンケンと鳴くから犬という漢字になった。犬の鳴き声は日本ではワンワン、英語圏ではバウワウとなりますが、はるか昔の中国ではケンケンと聞こえていたらしい。そのため犬という漢字の音読みはケンになったと言われています。同様に鶏はケイと鳴くことからケイ、狐はコンと鳴くことからコとなりました。また猫という漢字は獣編に苗と書きますが、中国ではこの文字をその鳴き声と同じミャオと読みます。宇宙は無重力というのは実は間違いです。宇宙ステーションでの物が浮く様子から宇宙は無重力と思われがちですが、宇宙空間そのものは実は無重力ではないんです。ボールを手から離すと地球の重力に引きつけられてボールが地面に落ちるように地球の周りにある
すべてのものは重力の影響を受けています。しかし、宇宙ステーションは地球の周囲を秒速約8キロの速度で回っているため、外側に向かって飛び出そうとする力、遠心力が生まれ、それが重力と釣り合うことで、まるで重力がなくなったように感じられるんです。つまり、無重力ではなく、正確には無重量状態になっているだけなのです。山芋や里芋を食べるとなぜかゆくなってしまうか。とろろ汁を食べると口の周りがかゆくなるのは、材料となる大和芋や長芋にシュウ酸カルシウムの結晶が大量に含まれているからである。10分の 1mm くらいの針のような結晶が皮膚を刺激するのでかゆいんです。この結晶は里芋や果物のキウイにもたくさん含まれています。かゆくなるのが嫌だったら、お酢やレモンをかけると良いです。シュウ酸の結晶が溶けて針のようではなくなり、かゆくなくなります。好きな人に手を握られると、なぜ手がしびれてしまうのか。人間の皮膚は微妙な強さの電気を常に帯びており、その作用によって熱い、冷たいといった皮膚感覚を脳に伝えています。その電気は水晶に圧力を加えた時に生じる圧電気と、氷砂糖を熱く熱した時に生じる小電気の2種類と同じものです。その電圧は圧力が強かったり温度が高かったりすると上がる。好きと意識すると体温が上がるので、その人に手を握られると温度と圧力で電圧が急に上がり、しびれてしまうのです。なぜ八重歯は女性に多いのか。八重歯になる上顎犬歯は周囲の歯、主に両側よりも生えてくるのが遅いため、生えるスペースがないということがよくあり、その時横に弾き出された八重歯となる。女性に多いのは、女性の方が周囲の歯の成長が早いからである。日本では八重歯はチャームポイントの一つとされますが、アメリカやヨーロッパではドラキュラの牙といって忌み嫌われ、また中国でも虎の歯を連想させるので、八重歯の人は教養のない人とみなされてしまいます。なぜ男は女より3倍も早くボケるのか。ボケるボケないには個人差がありますが、アメリカ・ペンシルバニア大学のルーベンガー教授らの調査によると、男性は女性に比べ3倍以上早くボケが進むといいます。その原因は性ホルモンの差なんです。男性ホルモン、女性ホルモンは脳の働きと密接な関係があり、男性ホルモンは脳の萎縮を早め、女性ホルモンは萎縮を抑えると言います。
なぜ恋をすると女性はきれいになるのか。女性に心筋梗塞や脳血栓、脳梗塞など血管壁が硬く脆くなって引き起こされる病気が少ないのは女性ホルモンのおかげである。女性ホルモンには血管に弾力を与える働きがあります。だから閉経で女性ホルモンが減ると心筋梗塞や脳梗塞の危険度が増すんです。恋をしている女性は女性ホルモンの分泌が活発になるので血管がしなやかさを増し血行が良くなり肌が張りと輝きを増します。人体は新陳代謝のシステムだから血行が良くなると心身ともに日々リフレッシュされ女性はより美しくなるのである。なぜ飲み薬より注射や座薬の方が早くよく効くのか。飲み薬は小腸で吸収され血管に入るがすぐ化学工場の肝臓に回り解毒作用で大部分は効果が薄められあるいは体外に排出されます。これに対し座薬や注射は血管に入っても肝臓にすぐ行くルートではない部位なので有効成分を体の各部分に配ることができるんです。その後肝臓に回るのでよく効くわけなんです。なぜスズメバチを飲み込んだヒキガエルは自分の胃を吐き出すのか。カエルの顔には大きな目がついているので飛んでいる昆虫がさぞかしよーく見えるだろうと思えますが実はそれほどでもないんです。だから食べていい虫か食べてはいけない虫か区別がつかずスズメバチのような危険な虫も舌で捕まえてそのまま飲み込んでしまうんです。当然スズメバチは暴れます。するとヒキガエルは胃袋を口から吐き出して危険な虫を追っ払うのです。吐き出した胃袋は飲み込めば元通りになります。他のカエルも危険な餌を飲み込んだら同じように胃袋を吐き出します。ゴキブリに液体洗剤をかけるとなぜ死ぬのか。台所に出現したゴキブリを退治するには台所用の洗剤を吹きつけるといいんです。叩くより確実に死にます。これは台所用洗剤に毒性物質が混ざっているからではなくゴキブリの体表を覆っている水を弾く物質が洗剤で洗い落とされるためなんです。結果、呼吸する穴が水で塞がれてゴキブリは窒息死をしてしまいます。アリジゴクはなぜ緑の下や樹木の根元に巣を作るのか。アリジゴクはウスバカゲロウの幼虫です。ウスバカゲロウはその名の通り儚い昆虫ですが、その幼虫の
アリジゴクは肉食のしたたか者なんです。浅いくぼみを作り、その下でアリや小昆虫が落ちてくるのを待ち受けているんです。そのくぼみの中はサラサラの砂なので、這い上がろうとしても次々崩れて上に行けません。また、そこのアリジゴクが砂粒をぶつけるので、まず逃げられないんです。アリや小昆虫にとっては地獄なんです。アゲハチョウは前足に味覚がある。アゲハチョウの前足で味覚を感じ取っているんです。産卵間近の母アゲハを観察すると、葉っぱの表面を前足で叩く姿を見ることができます。これはドラミングと呼ばれる行動で、葉っぱの味を確認しているんです。子供が美味しい葉っぱを食べて栄養をたっぷり取れるよう、産むべき葉っぱを前足で探しているというわけなんです。アゲハチョウには冬をさなぎで過ごして、春には蝶になった春型と、春型から生まれて夏に蝶になった夏型があるんです。夏型の方が大きくて黒っぽいんです。モンシロチョウはなぜキャベツに産卵をするのか。なぜキャベツに産卵するのかというと、それはキャベツが持つ化学物質に反応しているためです。その化学物質は辛味成分のアリルイソチオシアネートと呼ばれ、多くの昆虫にとって毒となるそうです。死に至るというなら非常に危険なのではと思うところですが、この化学物質を摂取してもモンシロチョウの幼虫は大丈夫なのです。また、キャベツは日当たりが良い明るくて暖かい場所を好みます。そしてモンシロチョウもそれらの環境を望みます。どちらも同じような環境を求めるので、産卵場所として選ばれることが多いのかもしれません。モンシロチョウとスジグロシロチョウは似ているんです。でも、モンシロチョウは日当たりのいい畑に多くいて、スジグロシロチョウは林などの日陰にいます。畑が減って日陰のできる家ばかりが増えたので、スジグロシロチョウが多くなってきたんです。世界で一番大きい蝶はアレクサンドラトリバネアゲハのメスなんです。翼を広げると最大30センチにも達します。パプアニューギニア島でしか見られない種で、絶滅危惧種に指定されています。メスは蝶にしては地味な茶色の葉で、オスよりも圧倒的に大きくなります。一方でオスはメスよりも小さいのですが、鮮やかなエメラルドグリーンの美しい羽を持ちます。ニキビは頻繁に洗顔をすると悪化します。ニキビは肌を不潔にしているとできると言われます。10代の頃は急激な体の成長により、20代では疲労やストレスによって皮脂が過剰に分泌されます。皮脂が増えると毛穴の皮脂を栄養にして生きる細菌、
アクネ菌の活動が活発になります。この菌の活動によって起こる現象がニキビの主たる原因になります。菌を繁殖させないためには肌を清潔に保つ必要がありますが、洗顔をしすぎると逆効果になります。必要最低限の皮脂まで落としてしまい、肌が乾燥するからなんです。肌が乾燥すると、肌を正常に保とうと皮脂が過剰に分泌され、アクネ菌が増殖し、ニキビができやすくなってしまうのです。なぜ固く閉じた二枚貝を人では食べられるのか。5本の腕を星形に広げた形の人では二枚貝を食べます。しかし、固く閉じたハマグリやアサリを我々が開けようとしてもなかなか開かないのに、人ではそんな貝の実をどうやって食べるのだろうか。人ではまず貝に吸い付いて殻を引っ張ります。この後、貝が少しひるんだ隙に自分の胃を口から外に伸ばし、隙間から貝の中に押し込むのである。そして中に入った胃が貝の実を消化してしまうんです。なぜ地中海のモンシロチョウが日本にいるのか。蝶の研究家によりますと、モンシロチョウは地中海から中央アジアに広く分布している種類です。それがシルクロードの交易で中国に広がり、さらに日本にやってきたことが最近の研究で分かったといいます。幼虫の青虫はキャベツ、カリフラワー、カブ、大根など菜の花科の葉を好むので、これらが日本に渡ってきたとき、一緒に来たのであろうと思われます。在来昆虫ではなく、寄生昆虫なんです。なぜ海藻を食べると生活習慣病になりにくいのか。あまり知られていないが、海藻には水溶性の食物繊維が大量に含まれているんです。昆布やわかめがヌルヌルするのはアルギン酸などの食物繊維のせいなんです。日本人は奈良時代からこれら海藻を食べてきましたが、これは世界でも稀な例だと言います。食物繊維が便通を良くし、大腸がん、糖尿病などの生活習慣病予防に役立つことは今や常識ですが、洋風食生活は低食物繊維になりやすいんです。そのため、欧米人には大腸がんや糖尿病の人が多いんです。肉好きは心してひじきの煮物、もずく酢、わかめの味噌汁、焼き海苔、大豆の昆布煮などを積極的に摂るべきなんです。なぜ疲れたら梅干しを舐めるといいのか。昔から疲れたら梅干しを舐めろと言われますが、NHK のある番組が実験したところ、走り続けた人に梅干しを舐めさせると、唾液がサラサラ、喉の渇きもそれほどひどくはなかったんです。舐めなかった人の唾液はベトベトで疲労困憊してしまった。これは梅干しに含まれるクエン酸の効果なんです。
サラサラ唾液はベトベト唾液より大量に分泌されます。その結果、渇きが癒され、また強い酸味が脳を刺激し、疲労感も消えてしまいます。羊羹はなぜ日持ちがすこぶるいいのか。羊羹は水分を含んでいるので、腐敗菌にすぐやられそうですが、日持ちがいいですね。なぜかというと、大量の砂糖を使っているからなんです。腐敗菌の細胞に含まれている液より、羊羹の砂糖濃度が濃く、菌の細胞膜から液が吸い出されて活動できなくなるんです。だから羊羹の日持ちがいいのである。なぜビールでは体の渇きは癒せないのか。運動した後のビールはうまいですね。体の隅々にまで染み渡るようです。しかし、これはちょっと待ったなんです。NHK 番組の試してガッテンの調査実験によると、ビールを飲んだ後はすぐトイレに行きたくなり、飲んだビールの 1.5 倍もの水分が排出されてしまうといいます。これはビールの利尿作用によるもので、その結果、血液濃度は飲む前よりドロドロになってしまいます。渇きは水で癒すのが基本なんですね。なぜ沸騰させた水で作った氷は溶けにくいのか。暑い夏には麦茶にそうめんにと冷蔵庫の氷はフル回転しちゃいます。すぐできると言っても、一旦できた氷は長持ちする方がいいですね。それには沸騰させた水を冷ましてから凍らせるといいんです。水道水で作ったものより30分は長持ちいたします。これはなぜかと言いますと、水に溶け込んでいた空気が沸騰すると追い出されて、より密度の濃い氷となるからなんです。試してみてください。なぜ水槽の金魚は口をパクパクさせるのか。水槽の酸素が少なくなったので、空気中の酸素を吸っているというのは間違いなんです。金魚は肺呼吸はできないから空気は吸えないんです。これは鼻上げと言われる行動で、水をかき混ぜることによって空気中の酸素を水の中に取り込もうとしているんです。この行動を見たら、水を変えるかポンプで酸素を送り込んでやらないと、酸欠で金魚は死んでしまいます。満月の夜はなぜ犯罪の発生率が高くなってしまうのか。かつて医学博士のアーノルド・リーバーが書いた月の魔力という本がベストセラーになり、月と人間の健康や行動の関係を研究するバイオタイド理論が注目されました。
満月か新月の直後に産卵する魚、貝、カニの例がたくさん報告されていますが、同じ生物である人間の場合はどうかというわけなんです。人間は人体の 80% は水分ですから、潮の満ち引きのように月の引力の影響下にあるとバイオタイド理論は仮定します。そうだとするとどうなるか。アメリカの精神科医の中には満月の夜は患者の様子がおかしくなるという人もいますし、犯罪の発生率が上がるという警察の統計もあるんです。これ、あなたはどう思いますか？なぜ宇宙服なしで宇宙に放り出されると人間の体液が沸騰してしまうのか。高い山ではご飯がうまく炊けません。なかなか火がつきにくいんです。気温が低く水が100度にならないうちに沸騰するからなんです。ご飯をふっくら炊くには熱量が足りないんです。さて、沸騰すると水分子が激しく動くが、これは逆に言えば水分子を激しく動かすと沸騰するということになります。平地では気温が大きく水分子の動きは抑えられていますが、気温が低いと抑えきれず動き出します。だから低い温度でも激しく動いて沸騰するんです。真空の宇宙は気圧がゼロだから、宇宙服なしで放り出されてしまうと、人体の 60% 以上を占める血液と体液が瞬間的に沸騰をしてしまいます。即死をしてしまうんです。雷が空からだけ落ちてくるという考え方は間違い。雷は積乱雲の中で生まれるので空から落ちてきますが、中には雲から雲に横っ飛びしたり、落ちた後地面を張って広がったり、それがまた雲に駆け上がったりする場合もあるんです。例えば、ゴルフ場で直撃は免れたとしても、地面を張った雷が立っている人の体を通過して雲に駆け上がっていくことだってあります。もちろんその人は雷に打たれます。特に危険なのは山での雷なんです。湿った地面からは早々に退散すべきなんです。汚れた歯はなぜレモンを含ませたガーゼで拭くといいのか。鏡で毎日見ていると気づきませんが、歯の汚れは見た目をひどく悪くします。逆に笑顔で白い歯がキラリと光ると好印象を与えます。というわけで、汚れは気づいた時に落としておきたいんですが、ゴリゴリこすると歯の放浪質を痛めてしまいます。上手なやり方は、レモンを絞ってティッシュペーパーやガーゼに汁を含ませ拭き取ります。一回できれいにならなくても、
毎日続けていれば、レモンの洗浄力で思いがけず白くなります。香りもいいです。ナレーションは皆さんありがとうでした。皆さんありがとうございます。皆様の幸せを心より願っております。おやすみなさい。